こんにちは。前回は単位の漢字がなぜ生まれたのかを説明し、どれぐらい広まったのかということを話した。最終的にめっちゃ広まったのよね。そうだ。だが、なぜ、現代ではこのような単位の漢字というのは見ないのか。そのような、単位の漢字が時代とともに忘れ去られていった。この歴史に踏み込みたいと思う。よろしくお願いします。ではでは、レッツゴー。さっさと漢字解説。では解説していこう。まずはこのグラフを出す。これはキロメートルの漢字が図書や雑誌の中でどれぐらい使われているかの頻度を年代別に表したグラフだ。前編の動画でも出たグラフね。これが1950年以降にかけてなだらかに下がっている。つまり出現頻度が少なくなっているんだ。ここを紐解いていきたい。以前は主に1950年より前の話をして、そこでは一般的にだんだんと広まっていったということを話したと思う。文学作品でも漫画とかにも使われたのよね。そうだ。ただ、このことに関して、みんながみんないいね。と言っていたわけではなく、批判もあったわけだ。日本の文字に当てはめる必要はないのではないか。という、わざわざ単位の漢字を使う必要性について、疑問を持つ人もいたわけだな。ここから、現代で単位の漢字たちを見かけなくなった理由の一つになるものが登場する。それが戦後1946年の東洋漢字表の交付だ。東洋漢字表？東洋漢字表というのは、当時、日常の社会生活で使う漢字の範囲を示すために定められた、1850字の漢字表のことだ。公的、一般的な文章では、この範囲の漢字を使うようにしていこう、と目安を決めたわけだ。そこで選ばれた1850字。例えば、その中には1、時、家、などの一般的な漢字は含まれていて、ろ過のろ、や林産の林、といった専門的また難解な漢字は含まれていない。そのため、ろ過のろ、や林産の林、といった漢字は公的、一般的な文章では、あまり積極的には使われないということになる。東洋漢字には猿、やくつ、といった漢字は含まれていないので、日常的な漢字が必ずしも入っているとは言えないんだけどな。そうなのね。ここで、単位の漢字というのは東洋漢字表には入っておらず、除外されていたんだよな。一応ミリメートル、やセンチメートル、といった漢字は使われる頻度も多かったことから、加えようか検討されたみたいだが、結果どの単位の漢字も東洋漢字表の中に加えられることはなかったんだぜ。じゃあ、公的、一般的な文章ではあまり使われなくなるわね。そうだぜ。教育の際にも東洋漢字に従えば、単位の漢字は教えられなくなるし、一般的な文章でも見かけることはなくなる。また、戦後でも批判の声というのはあったので、次第に使われなくなってきて、国語辞書や漢和辞典などにも載せられなくなっていった。つまり、過去のものになっていったわけだ。そして、東洋漢字表が交付されてからというもの。新聞といったマスコミはこの使われなくなった流れに従うこととなり、単位の漢字は使わず、センチメートルやキログラムといったカタカナだったり、別の表記で書いたりしたわけだ。もちろん、雑誌や広告なんかには一部単位の漢字が使われる場面もあったみたいだが、圧倒的に使用頻度は少なくなっていったんだぜ。この単位の漢字が使われなくなってからは、カタカナで表記するか、このように、今でもよく見る形で書くようになった。比較するとわかるが、現代でも使われる、英語のアルファベットを使ったセンチメートル、やキログラム、は、漢字のセンチメートル、やキログラム、よりも画数はめちゃくちゃ少ないし、単位の漢字では米、をメートル、部、輪、毛を弟子、センチ、ミリ、としたように、M をメートル、その前に D、C、M をつければデシメートル、センチメートル、ミリメートル、と、構成の仕方も非常に似ている。しかも、あまり幅を取ることもない、かつわかりやすい。また、1950年代には、原則として1959年1月1日から部、輪、毛、などの借款法の単位を法律で、取引や証明などで正式に使うことが認められている単位から外すことが、国会審議で説明され、1960年には、メートルやセンチメートルなどの単位を国際的に統一して扱う国際単位形が正式に定められた。こういうこともあって、単位の漢字が使われなくなっていったのだろうと考えられる。また1960年代の調査によると、センチメートルの漢字が読めた高校生は3割にも満たず、中学生では1割にも満たなかったようだ。1960年代であってもその時若かった人たちは大多数が読めなくなっていたのね。そうだぜ。また、活字で使われる時があったとしても、このように誤った字になっていたり、誤用も出てくるようになったんだ。つまり、もうこの時代以降の単位の漢字というのは、使われるどころか、その存在や読み方さえも曖昧となっており、完全に過去のものになっていったというわけだ。
なるほど、一般的になったのに、こんなにもガラッと変わってしまうのね。最初に見せたこのグラフ。このように下がっているのは今言った理由や状況によってなったと考えられるな。そして、以前、中国や台湾、満州、韓国などでも使われたことを話していたと思うが、もちろん、今や使われていない。さっき言ったセンチメートル、キログラムみたいに英語のアルファベットに置き換わっていったことも理由としてはあるし、韓国に関しては、これ以外にハングルで書くようになったこともある。なるほど、じゃあ日本国内でも、海外でも使われなくなっちゃったのね。そういうことだ。そうして、現代だ。おお、現代に来たわね。今私たちが生きている中で、これら単位の漢字について関わる時というのは、まあ、この単位の漢字はユニコードがあり、スマホでもパソコンでも表示できるので、ネットで文章を読んでいると遭遇するかもしれない。他に、この動画を見てくれている漢字大好きな視聴者のみんなは、漢和辞典で見たことがあったり、あとは、漢字検定1級の勉強をしている時に出てきた。昔の文献見てたら出てきた。などがあるかなと思っているぜ。また、他に見る機会があるとするならば、ウェブサイトとかにある漢字クイズとかで偶然見かけることがあるかもしれないな。もし見かけるとしても、1900年代のように、文章中で見かけるというよりかは、この漢字は何と読むというような、漢字の問題だったり、昔は単位が漢字になっていた。というような、知るとワクワクする教養の要素の一部として見ることがある、とかぐらいかな。あとはゲームとか、動画とかでも見かけるかもしれないわね。じゃあ、最後に、Google トレンドを見て終わりにしよう。Google トレンド？ Google トレンドというのは、どのくらい Google で検索されたのかを相対的割合で見ることができるツールだ。まあ、見た方が早いな。縦がどれぐらい検索されたかの比率を表していて、横が2021年から2026年現在までの時間を表しているぜ。青はキロメートル、赤はセンチメートル、黄がキログラム、緑がキロリットル、オレンジがミリメートル、だな。これを見ると、赤のセンチメートルの単位の漢字が他より多く調べられているわね。それに対して緑のキロリットルは全くね。そうだな。まあ、比率なのでどれぐらい調べられているかはわからないが、ここから言えることとしては、現代でもこれらの単位の漢字を含む検索が行われていて、検索数には字によって差があるということ。少なくともこの単位の漢字に対して関心がある人もいる。そんなことが、現代では見てわかるぜ。今回の解説はいかがだっただろうか。この動画の内容について前編も踏まえてまとめると、1891年7月、中央気象台が単位の漢字を記載したことから始まり、最初はあまり使われないが、公的な文書であったり、文学作品などを通して一般的に広く普及した。だが、必要性に対する批判や、東洋漢字表の交付、それに伴いだんだん使われることはなくなっていき、現代においては漢字クイズなどを通して、単位の漢字が紹介されている、ということを解説した。やっぱり漢字の世界は、面白い。これが分かってもらえればもうバッチリだ。ではでは、ご視聴ありがとうございました。